以上。へいばばんばばんばんばあびばびばびばばばんばばんばんばあびばののばばんばばんばんばあびばびばびばばばんばばんばんあびばのの。はい、あなたの心に水を差す藤子さんでございます。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのようににゃんこにシーバーを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そして、そのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今、画面に収まっておりますのが、グレーのぐーちゃん、チャトラのまさるくん、白黒のくーたくん、白茶のゆりさん。画面に収まっておりませんが、三毛猫のたまちゃんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。ねえ、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。ねえ、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいなと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。ねえ、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからシーバをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにシーバあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。もう食べちゃったね、全部ね。カリカリも謎に一粒残ってたけど、でも食べたのかな。もうね、カリカリはまた新しいの。甘ギフでもらった、ロイカナを開けないとならんのでな。明日の朝の黒缶タイムまで、今日の分のご飯はお預けかなっていう感じだな。お腹空いてたんかな。でもまあ、あげたっちゃあげたと思うので、持つかな。はい。で、一日一個猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと、乾杯する、思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。あ、ダメだ。できないな。で、乾杯の時に、ジャスティスって言います。で、なんでジャスティスって言うかっていうと、あちらにいるうさ耳をつけていて、ポインセチアを、はい、持っている黒い観音様がこの番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で、はい、乾杯のことをジャスティスって言いますので、はい、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい、では行きますよ。せーの。ジャスティス。一旦、はい、ジャスティス。
塩入りのさゆで。まあ、さゆかな。さゆっていうかお湯かなと思ったけど、さゆでしたね。今日寒いからな。なんか今日は結構水分取ったみたいで、夜間じゃない、ポットのお湯が足りない感じだったので、夕飯の時にさ、沸かしたんだよね。その夕飯の後にちょこっと飲むお茶の分とジャスティスの分と明日の朝の分がないぞと思ったんでさ、でもなんか、もういつの間にか飲んだのか、あれ、明日の朝の分危ういぞっていうぐらいなくなってて、今日はなんだか、ずいぶん私は水分取ったっぽいな。まあ水分だけじゃなくて、今日はなんかお腹が空いて、間食も、まあそこそこしたかしらっていうね、感じ。てんたまさん、今夜もジャスティス、藤子さん、皆様、こんばんは、ボンソワ、本日もお付き合いよろしくお願いいたします。懐いてますな。ぐーちゃんなんかね、もみもみしながら今日はなんか声を発しとったな。はい、ぐーちゃんがしまわれました。お、なんだ。地震かな。なんだろう。今のはテーブルが揺れたわけではなくて、全体的に揺れてるっぽい気がするんだけど。気のせいかな。気のせいかな、あれねえ、なんか、地震っぽい感じがしたけど、なんか久々な感じがしたけどな。で、今日は、てんたまさん逃げて。そうそうそう。東京そろそろやばいんじゃないですか、みたいな感じになってきてるもんな。今日はさ、そう、てんたまさんが来たら、ハピタスの紹介コードを教えてもらおうと思ってさ、ハピタスってどうだろうな。前にね、会員登録はしたことあるなっていう記憶はあるんだよね。その後多分ね、退会したと思うんで使わなかったから。でね、だから一回会員登録しちゃうと、もうね、また会員登録はできないとかっていうやつだとできないかもしれないんだけど、そうじゃなければ、それかまあしばらく経ってれば、またね、会員登録できるようであれば、普通にほら、入るよりは、まあ探せばね、誰かしらがハピタスみんな使ってるみたいだからさ、なんか紹介コード書いてる人いると思うんだけど、ね、全然知らない人よりはさ、せっかくならさ、知ってる人に恩恵が少しでもね、あった方がいいじゃんと思ったんで、なんかそうだ、なんだっけ、ソラチカカードっていうのが、なんか、どうなんだろう。良さそう。なんかちょっと、ソラチカカードを作りたいと思ってさ、またカード作るのにな。そう、だから今日はさ、スーパー行ったんだけど、なんか7個カードをさ、勧められて、7個カード勧められてさ、7個はセブン系列だろうと思って、で、しかもなんか、無料で3100ポイントもらえるし、とか3000くれかほら作るっつったらさ、なんか1万とかさ、平気でくれとがさ、ほとんどなわけじゃんか。3000で7個全然使わないしね、みたいのでね。もうほんとすごいね、セールスだったけどね。で、みんな全然それになびかないのに、私だけなんか引っかかって。だから、私そもそもあれか、引っかかりやすいんだね、やっぱりと思ってさ。やっぱり引っかかりやすいタイプなんだな、なんて思いながらね。いや、7個いらないし、で、ね、すごいセールスでさ、コンビニでも使えるし、で、ファミレスでも使えるしって言われて、うわ、どっちも使わねえ。どっちも使わねえ。だから私7個興味ないんだなと思ってさ。いや、どっちも使わないからいいですっつってね、最終的にはお断りしたんだけどさ。それでもまだ、食いかかってきてたんで、今日ならいっぱい、なんだっけ、プレゼントも用意してますっつってね、ティッシュとか、
あと、なんだ、サランラップとかが積み上げられてたわけよ。ああ、なるほどね、と思ったけど、なるほどね、とは思ったけど、なんか全然魅力的に思えなくて、これがまたさ、今ね、話題のお米とかだったらさ、まだなびいたかもしれないんだけどさ、いや、ティッシュ1箱とかね、サランラップ1個とか、なんか別にサランラップ私使ってないからねと思って、無添加ラップだから、サランラップいらねえしな、みたいなね、感じだったわけよ。逃げて、地震の直前に猫は異変を察知するという、そうなんだよね。それでいくと今さ、普段全然だったからさ、あれ気のせいと思ったわけ。気のせいと思ったけど、ゆりたんはちょっとそんな感じだったよね。てったまさん、ハピタスの紹介コードってあるんですね。なんか多分あるんじゃないかな。あ、でもないところもあるんだったっけ。そうするとあれか、ハピタスは普通に会員登録するしかないのかな。なんかあるとことないとことあって、大概あるけどね、その紹介コードってさ。だからあんのかなと思ってて。あんのかなと思って。で、せっかくほら、ハピタスがいいよって天玉さんが教えてくれたから、じゃあ天玉さんから聞いた方がいいやと思ったんだけど、ないのかな、ハピタスは紹介コードってな。ねえ、天玉さん、3000円は安いだろう、クレジットカード作って3000円はないわ、と思って。この前、タダで作ったくせに、ね、タダで作ったやつがね、言う言葉じゃねえんだけれども、3100ポイント、その前に1がついてればさ、1万3000円だったらまだわかるけどさ、3000円か。プレゼント、サランラップ使わねえし、コンビニ、ファミレス行かねえし、みたいなね、感じだったんだよね。みやびさん、こんばんは、ボンサワ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。Y モバイル4万ですよ。Y モバイル4万ってどういうことなんだ？ Y モバイルに契約するってことか？ねえ、てんたまさん、ふと泣き始めた。みやびさん泣かないで。な、てんたまさん、会員数、530万人突破を、この URL 経由での、無料登録で特典1900ポイントがゲットできるチャンスというリンクならありました。リンクか、じゃあそれは紹介コードにはならないのかな。自分はまあ特典があるっていうことかもしれないけどね。天玉さん、Y モバイルに、MNP で4万でしょうね。まあ、とりあえずメモしよう。ほら、オカマイラーになろうと思ってさ、オカマイラーになろうと思って、マイル自体がそもそもわからないなんて思ってて、で、アナマイルだったっけな、オカマイルになるにはどうしたらいいですかみたいな質問に答えてる動画があったわけよね。それが出てきたんで、それを見てて、でね、なんかしてたんだよ。で、帰ってきたら違う番組になってたわけ。違う番組になってたんだけども、まあ、トークはないんだけれども、クレジットカードね、クレジットカードをどれを持つべきかみたいな話で、なんかね、もうちょっと取り組んでみたい。オカマイラーやってみようかな、みたいなね。本気でちょっと取り組んでみようかな、みたいな気になって、なんだったっけ、Y モバイル。Y モバイルに MNP で4万。とりあえずメモします。みやびさん。全部契約すれば、キャッシュバック100万くらいもらえるでしょうね。もう意味がわかんない。全部契約すれば、100万。で、クレジットカードはアフィリエイト目的で紹介してる人も多いので、なるほどね。確かにね。
気をつけてくださいね。まあ、ただ、ね、普通に入るよりも、そのクレジットカードを作るのも、紹介で入った方のが、まあ、お互いにプラスにもなるし、なんかそっちの方のがいいらしいんだよね。だから、まあ、紹介してくれるんだったら、紹介してください。っていう感じ。で、ソラチカカードっていうのを初めて知ったんだけどね。で、みんなそれは基本持ってるっぽいので、なんかちょっとそれはね、作ってみようかなみたいな気に今なってんで、それで、ポイントサイトを、まあね、昔から使ってるポイントサイトをそのまま使ってんだけどさ、新しく覚えるのめんどくさいから。で、最近はね、探してもね、全然出てこないんだよね。自分が使いたいサービス検索しても全然出てこないんで、だからポイント貯められないしなと思って、で、じゃあハピタス登録してみようかなっていうのと、あとあと楽天か。だから、楽天カードで支払いするのに、あんまりなんかメリットを感じない気がして、ポイントも何を貯めるのが一番いいのかなと思ったんだけど、まあやっぱりね、なんだかんだ言いつつも楽天が一番だよっていう話もあるし、ただ楽天カードで払うんじゃなくて、楽天ペイで支払いするのがいいらしいんだよね。確かに前それやってたことあった気がしたけど、その時はファミマで、なんか何曜日だか何日だかになると、そのポイントがもらえるみたいな時だったかながあって、その時に、なんだっけ、ポサカードか。ポサカードっていうのを買って、で、それで、それのポサカードを買うのも、楽天のデビットカードで買って、で、それを、楽天ペイにチャージして、で、支払うのが、なんか楽天ポイントが一番貯まるみたいな話だったかな。で、やってた気がするんだけど、そのファミマで、何日にポイントがもらえるみたいのが、多分なくなったんだろうなって思ったんだよ。だから、じゃあこれやっても意味ないのかと思って、めんどくさくなって、で、ファミマも私その時しか行かないから、だからそのファミマのカードもいらねえしと思って、で、確か解約したと思うんだよね、ファミマのカードは。今ないと思うんだけどさ。だからそれっきりもうすっかりその楽天ペイのことは忘れてて、で、何だっけ、アマゾンペイで支払いするといいのかな。なんかわかんなくなってきて、いっぱいね、さっきライブ始める前に動画見て学んで、なんかいろいろ出てきてみたいなね、ところでライブをね、始めたところでございますよ。クレジットカードアフィリ、ね、ハピタスの紹介コードありました。登録して利用してもらえば、こちらに500ポイント入りますね。500ポイントでもさ、ね、100人が、もしね、そのコードを使って、登録したら5万円ってことになるもんね。だからね、500円でもね、コツコツな。やびさん、僕はこの1ヶ月に Y モバイル6回戦、アップ2回戦、ソフトバンクエア契約で35万。やったね。やったね。アップルのことがアップって。ソフトバンクエアっていうのもあるんだ。宮城さん、藤子さんならもっともらえます。意味がわからない。なんで私でそんなもっともらえるのかが意味わからない。テータさん、紹介された人は、キャンペーン期間中に1000ポイント貯めると、1900ポイントもらえそう。なるほど。ただ、登録した、紹介された人だから、そうだよね。ただもらえるわけじゃなくて、1000ポイントゲットしなきゃならないんだな。
まあ、1000ポイントゲットできんのかな、もしそのクレカ作れたとしてな。わかんないな、ポイントの、金額とのあれがわかんないからな。てたまさん、MNP はまず、MNP 用の端末を、用意しないといけない。MNP は、端末を用意しないといけない。iPhone の新しいのにしたらダメなのかな。みやびサングラスになるのは正直難しいので、そうだろそうだよな。みやびさん、この業界は狂ってますね。多いね。話。みやびさん、やる気があるなら教えますよね。そこなんだよね。私、今やりたいのさ、オカマイラ。オカマイラ。まあ、ポイ活でもいいんだけどね。オカマイラなんだよね。ケンタマさん、紹介コードはコメント欄に貼ればいいのですかね。貼れるかな。貼れなかったら、あれかな。コメント欄か。コメント欄なら貼れるか。チャット欄でもまあいいけど。そうだな。コメント欄にでも貼れるようだったら、貼っていただければ。コメント欄の方のが、この動画他に見た人が、もしかしたら活用できるかもしれないから。まあ、両方貼ればいいか。両方書いてもらえれば、間違いないかな。みやびさん、難しくないですよ。誰でもできます。言ってた、さっき見てた動画の女の先生もさ、女の先生なのか知らないけど、まあ、女性の人もね、めんどくさいっていうのは、まあ、あるけど、誰にでもできますって言ってて、まあ、確かにそうなんだよね、と思ってさ、ねえ、株式投資も難しいとか言って、別に難しくはない。難しくはない。ただ買って売るだけだから、みたいな感じね。そういうことだよね。だから自分が興味がないと、腰が重いか、ね、興味があれば楽しいかっていう世界よな。ねえ、だから、ポイント入ってきたら500円で何か送ります。やだ、もうありがとう。遠慮はしない。カニタンさん、ジャスティス、こんばんは。寒くてこたつから出られません。こたつあるんだ。いいね。まあ、こたつか。すっかり忘れたけど、こたつに入りっぱなしで私もない一日中な。そう。今日寒くてさ、だからヒーター夕方にね、今日寒いなと思って、だからこのね、テントの中でさ、ここをね、閉めちゃって、いるにもかかわらず、すごい寒くて、これ今日寒いな、ダメだなと思ってさ、夕方早々とヒーターつけちゃって、まあそれのおかげで今はあったかいんでね、ホットカーペット切れてるけど、そのまんまにしてるけどさ、みたいな感じね。で、なんだっけ。500円。そう、今日はお買い物したな。今日は、足りないものを買い物で、みたいな感じになってたかな。なんだったっけ。ぬか漬け用のきゅうり。スーパーに行ってそう。だから7個の勧誘受けた時だ。7個の勧誘受けてな。で、なんだったっけ。で、ファミレス使わねえからっつってさ。で、2階に行って。で、そう、高野豆腐がさ、国産のじゃない、ね、遺伝子組み換えでない大豆で作られた高野豆腐が、いよいよ近所のスーパーから消えた。ね、もう、あれ、高野豆腐買えなくなっちゃったよ、と思ってさ。だからそのスーパーにしかもうなかったわけよね。遺伝子組み換えでない高野豆腐がさ、もう、前バスでは遺伝子組み換えのやつだし、で、わざわざ行ったわけよね、今日はね、高野豆腐買いにさ。そしたらもうね、なくって、もう一種類しかなくて。でね、アメリカ産の大豆だから、これはダメだと思って、高野豆腐買えねえと思ってな。でね、一個消えた。またね、米粉に次、今度は高野豆腐が消えたよ、みたいな状態になってな、絶望。絶望。ただ今日はきゅうりが安くなったんでやったと思ってさ。で、あとはエリンギがね、半額になってたんでやったと思って、それ買って、
来たかな。てんたまさん、紹介コードは明日には消すので、その後はハピタスの紹介動画でも、上げて、藤子さんの紹介コードを貼ってください。あらま、なんて素敵なんでしょう。てんたまさん、かにたんさん、こんばんは。寒いですね。ね、寒いよな。そうで、さっき見てたから記憶に新しいからそんな話をしてたけど、そんな話をしてたけどな。今日何したんだっけ？ 7 個の会員受けただろ？見やすいなと思ってさ。で、なんだっけ、あれだ、黒米買って、で、あと、そうだ、マイバス行った時に、なんか納豆かなんか買おうかなと思ったんだけど、まあ割引のシール貼られてなかったから、じゃあまあ他の店でね、貼られていくかもしれないと思って、とりあえず買わないでいいかと思って、じゃあどうしよう、なんか必要なものあった気がすると思って、で、そう。で、この前、きな粉がね、前バスさ、きな粉はアメリカ産のきな粉しか前はなかったんだけど、なんか新しく国産のきな粉が出てきたわけよ。だから、これならじゃあいいかと思って、それ買って帰ってきたんだよね。で、結局他の店でも納豆は今日は割引になってなくって、で、今日はね、お昼おかずだからなかったんだよね。まあ、いつもないけどさ、ぬか漬けもなかったわけよ。昨日出かけたから。ぬか漬けつけれなかったんでさ。で、ぬか漬けもなくって、だからご飯と味噌汁だけだったんだよね。まあ、それのせいでもしかしたらお腹空いたのかなと思ったんで、じゃあやっぱり納豆を買ってくるかと思って、夕方は納豆を買ってきたけど、食べるの忘れた。食べるの忘れたな、みたいな感じだな。寒いですね。ねえ、カニタンさん、てんたまさん、こんばんは。なんだっけ、この業界は狂ってますね。ね、そうだ。携帯はさ、そんな契約しちゃっていいのみたいなのがあって、で、あと携帯また話違うけど、話違うけど、昨日なんかね、うちに封筒が届いてたわけよね。そう、昨日っていうか、一昨日かな。一歩も外出てなかったんだな、うちからな。だから昨日もかな。昨日は出かけたのか。で、一昨日が、一歩も外に出てなかったのかな。で、昨日夜帰ってきた時に、郵便受けをようやく、開けたみたいな感じなんだけどさ、うち宛ての、なんかね、なんだろう、なんだっけ、弁護士事務所的な感じのところから、なんかね、連絡っていうか、封筒が来てて、で、宛名がうちの名字だけなんだよ。どっち父親なのか私なのかどっちみたいな。だから私も普段だったら思い当たる節があるわけないんで、父親だなっていうふうに思うんだけど、今ね、au au カードのさ、まあ、不正利用事件があったじゃないか。で、それが、うちは使ってないと言ったんだけれども、まあ、うちが使ったに決まってるの一点張りで、全然調べようともしてくれないわけよ。だから、じゃあ私これ使ってないから払いませんねっつって、そのまんまになってるやつがあるんだよね。だからまあ、それかなって思ったわけ。私かと思って。で、開けたんだよね。開けたらさ、なんかほら、ここで、なんだっけ、無理心中じゃなくてなんだっけ。事故物件事件があったじゃんか。なんかそれで、そこが、身内がいない人だったんで、その後の、うんと、なんだっけ、管理費が未納になってるんだよね。管理費未納になってるやつを、なんか払えっていう督促状が、なんかうちが連帯責任になってるから、なんか払えみたいな内容だったわけよ。で、父親にその亡くなった人ね、知ってるっていうふうに聞いたわけよ。
なんか何もなかったかっていつも聞くからさ、管理費払っていくときにね。で、まあ私もあんま覚えてないけど、まあないと思うみたいな感じだったんだけど、そのさ、事故物件。事故物件の時の人ね、知ってるって聞いたら、いや知らないっていうか、全然知らない人だよね。いや知らないなぁ、みたいな感じだったのに、なんかうちが連帯責任になってる払えみたいの来てから、お、なんだ、物騒だな、みたいなのがね、ちょっと来てて、これどうしようかな、明日連絡しようかな、どうしようかな。明日ね、猫の非動画撮影しようと思ってたけど、ちょっとそれどころじゃないかな、どうしようかな、みたいなね。そんな感じになってんだよね。カニタンさん、パンに塗るきなこペースト絵を買ってみたら、結構美味しい。ああね、まあ、きなこ、ピーナッツ的な感じするよね。ね、テンターさん、まあ、MNP 契約後に半年は利用しないとブラックに、ああ、そうなのね。なんかそういうのがさ、めんどくさいわけよね。まあ確かに、マイルも、なんか有効期限があるらしいんで、ああ、そうなのかと思って。で、なんだっけ、3年間かな ?3 年間が有効期限らしいんで、だからその使えるようになるまでの金額っていうのマイルを貯めるのに5年かかっちゃったらしょうがないんで、まあ3年以内で貯められるのを食べないとみたいな話で、そうなのかと思ってさ。なあ、そうだから備蓄もさ、備蓄もな、天岐阜でもらった豆腐、そういえばあったと思って、今日何もないなと思ってたんだけど、あ、豆腐あったよと思ったんだけど、そうだ、そういえばあの豆腐もそろそろ賞味期限切れんだよなと思ってさ、3月だったかな？ 3 月が賞味期限だったんで、もうそろそろ切れんだよなと思って、なんかもらったばっかりな気がするのにと思ってさ、なんか5ヶ月ぐらいしか持たないんだよね。そういうさ、なんだろう、有効期限があるやつな。めんどくさいよねっていう感じね。てんたまさん、きなこペーストは健康にも良さそう。大豆だしな。てんたまさん、無理心中そう。出てこなかった。自己物件ね。自己物件として完璧すぎる。無茶な話ですな。なあ、もうさ、無茶な話だらけでさ、なんか親子してどんな波動を引き寄せてんの？親子してどんな波動引き寄せてんねんってね、ちょっと思ってね。学士みたいな感じ。カニタンさん、油分が一番多いけどね、ああね、確かにね、そういうのはあるよな。どっちを取るかって感じね。まあ、健康ってわけではないんだろうけど、まあ、自分がそれで美味しいと思って幸せを感じられるなら、まあ、そっちをメリット高いと感じるかっていうところよね。そう、今日朝ね、またこの前の幽霊のさ、話してるチャンネルの、なんか、新しい動画だったっけな、見たのが、出てる3人いるんだけど、で、もう一人幽霊で、霊チューバーつって、霊チューバーつって、確か、一人出てるんだよね、見えない人がね。で、その人に質問をするっていうので、やっぱりね、体を持ってる時に、成長できる、魂磨きっていうのかな、できるよっていうのは、まあ、聞いたことあるんだけれども、まあ、なんでかなっていうのがあんまりよくしっくりきてなかったわけよね。霊体になっちゃうと、成長ができない。だから成長させるために、魂を成長させるために、体を持って生まれてくるって話はよく聞くんだけど、それがなんでかなっていうのがあんまり分かってしっくりきてなかったんだけど、なんか今日その話を聞いて、あ、なるほどねって思ったんだよね。その自分が好きなこととか、こう、触ってなんか理解するものらしいんで。だからその体で感じることで、なんかいろいろと分かることがあるんだけど、この体がなくなると分かることがストップするんで、
だからなんか成長ができなくなるらしいんだよね。っていうふうに理解して。なるほどね。だからこの体を持ってる間に、まあ風が気持ちいいだとか、太陽があったかいとか、まあご飯ね、咀嚼して楽しいとか、美味しいとか、まあ嬉しいとか、そういうのね、できる限り体を持ってできることをやっといた方がいいっていうのが、まああれか、幽霊からのアドバイスを聞いてたんだ。生きてるうちに、やっとくべきことは何かっていうね、質問を聞いてたんだよね。そしたらなんかそういう答えで、で、なんかね、どうも文章を書いたりとか、あと読んだりとかするのが、なんかね、好きな人だったらしいんだよね。あまり全部見てないからさ、わからないんだけれども、なんかそういう人だったらしいんだよ。ところが、その、霊体になっちゃったら、なんかあんまり目が良くない、よく見えないみたいな、なんかそういう感じっぽいんだよね。だから、死んでみて分かったことっていうので、なんだ、とにかくだから自分がやりたいと思ってたこと、体を持ってるうちに全部やっとけっていうのがね、なるほどなと思って、で、なんでそれに繋がったんだか今ね、喋りながら忘れちゃった。ね、いつものことだけど、忘れちゃったよっていう感じだな。なんでその話になったんだったっけな。まあ、有効期限っていうことにしとこうか。そうだからなんだっけ。食べてね、幸せっていうのを良しとするかみたいな話からそういう話になったんだったっけな。で、あとなんだっけ、マイルの話。そう、マイルの話はまだね、勉強始めたとこだから今日。わかんねえな。ねえ、わかんねえけれども、あと何の話したらいいんだ。だからさ、人生の有効期限、そうそうそう。なんかいつ死ぬかわかんないんだから、いつかではなくて、もう思い立ったら即行動って言ってて、もう一番説得力ある。一番説得力あるなっていうね、言葉だったよな。ほんとね、確かに後回しにしないことだねとさ、思ってるけど、頭では分かってるけど、ついついね、なんか後回しとかにしちゃうけど、そう言われると本当そうよねって思ってな、もう思い立ったら即行動だよ、すぐ死んじゃ、いつ死ぬかわかんないんだから。だから、その、ね、死んだの突然だったんじゃないのかね。で、本当いつ死ぬかわかんないからっていう話だったんだと思うけどね。えーっと、カニタさん、体験がなければ、絵空ごとってやつだね。うん、そう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 。だからその死んでからの語彙力とかも、その生きてたうちに、その、なんだ、学んだことっていうのかな、吸収したことがベースで、になるから、もうできる限りね、この体を持ってる間に、吸収しとけっていう話だったよな。とってたわな人生の有効期限。さすがカニタさん、まとめますね。ね、すいません。ありがとうございます。私と何言ってんのこの人みたいな話をね、上手にまとめてくれてありがとうございます。そうで、その人は、結構コミュ力がね、豊富っていうか、だからそうやって今生きてる人ともね、あの、会話ができるっていうかさ、ね、霊チューバーとかやってるけど、だからそういうコミュ力が、ある人は、霊同士でも、なんか、コミュニケーション取ったりとかできるらしいんだけど、コミュ力がない人だと、他の、その、霊存在自体も、なんか、見えないらしいんだよね。だから孤独感がね、全然違うと思うから、コミュ力を磨いといた方がいいっていう。じゃあダメじゃんみたいなね。私ダメじゃんっていうね。そんな感じで、ございましたね。
あとは何だったっけな。あとは何がありましたっけね。うーんと、えーっと、何があったかな。今日はキャベツがあって、キャベツ、卵買ってきたんだ。卵買ってきて、で、キャベツと卵の味噌汁作って、で、キャベツって甘いんだなって思った。みやびさん、僕ももっと行動力があれば、もっと稼げるのにっていつも自分を呪ってます。自分を呪うとうまくいかないぞ。自分ぐらいしか自分のこと褒めてあげる人いないんだから。自分のことを褒めて伸ばすんだな。まあでもそういうのがたちではないんだろうね、ビアムさんはね。テンターさん、みやびさんは十分稼いでるでしょうね。そうやってね、十分稼いでるぞって。でももっと稼げてもいいかもねっていう感じでいけばね、もっと稼げるんじゃないでしょうか。なあ、もうどんどん稼ごう。どんどん稼ごうな。で、クレカの話か、クレカの話が。で、楽天はあんまり、なんか、貯めることに魅力を感じてなくて、最近はさ、どれで支払うのが一番いいんだろうっていうのがわかんなくて。で、さっき見てた動画のね、女性の方は、アメックス、あ、違う、マリオットカードか。それを主力に使ってるらしいんだね。で、カードが何枚ぐらい、20枚ぐらいやっぱり持ってんのかな。20枚ぐらい持ってて、で、総額、全部、年会費とかかかるんだよね。年会費かかるんだけど、それよりもお得の方が多いから、全然そんなのはっていう感じなんだよね。ただ、なんかテレビとかも出てるらしいんだよ。で、テレビも出てるけど、テレビではこういう話はできない。なぜなら、なんかもうちょっとね、年会費がかからなくてお得な方法みたいなのしか受けないから、まあそういう話しかテレビではできないから、なんかここまでの話はできないんだけど、こういう話が本当はいっぱいしたいんだけどって話でさ。で、年会費がその20個ぐらい持ってるカードの総額が、15万だったかな ?15 万なんだけれども、ただその、マリオ20万ポイントもらえるんだったっけな。警告、接続が不安定です。再接続しますので、しばらくお待ちください。はい、お待ちください。消えた。でね、20万ポイントもらえるからみたいなね。まあ、ただ、そのカード作るには審査があるからね。審査がさ、審査がさ、まあ私の場合はまず通らんだろうな、みたいなところがあってな。だからもう本当、個人事業主になるときにさ、まあ、なんだろうな、あれ。なんでかな。個人事業主になるからっていうのはよくわかんないけれども、金とか投資のセミナーにね、まあしょっちゅう行ってたんだけどさ、その時に、なんかカード会社がいたんだよね。で、よくアメックスのビジネスカードがなんか作りませんかみたいな感じで来てたんだよね。で、アメックスってだってさ、ね、年会費かかるでしょみたいな感じで。で、ほら、楽天一択だったから、その時はさ。だからね、なんかあんまりアメックス年会費かかる上に楽天関係ないから、ね、魅力ないからと思って、いやー、みたいな。まだね、ちょっとこれからやろうと思って、知識ね、つけようと思ってきたんです、みたいな感じで、なんか断っちゃったんだよね。で、なんか、もったいないみたいな感じの対応をされたわけ。でも何がもったいないのか私にはほらわかんないからさ、っていう感じだったんだけど、
今ね、なんかその動画を見てから、多分もったいなかったんだろうな。あん時に作っときゃきっと良かったのかななんてふうに思って、で、だからその人も、なんかその、出演してる人の家族、だからもうほんとポイ活するで家族がいるんだら、もう奥さんとね、結託してやった方が絶対いいですよねっていうので、ぜひやってくださいみたいな話で。で、今奥さんね、カード何使ってるんですかって聞いたら楽天って言って、うわーって、うわーって言われてたから、やっぱり楽天カード違うんだなってそこで思ったんだよね。っていう感じ。ご報告です、今日の。えーっと、皆さんは、十分稼いでるでしょ。みやびさん、マイルってそんなに稼げるんですか？いや、わかんない。僕の周辺では誰もやってないです。なるほどね。カニタンさん、航空会社のカードが一番マイルへの換算率高いと思います。なるほどね。そうだからマイルが私の生活に必要かどうかっていうのはわかんないんだけど、ただまあ、これからもさ、お出かけチャンネルをさ、続けていくにあたってさ、まあ経費をできるだけさ、男にね、安くというのかな、済ませたいと思った時に、ね、ただ旅行じゃないと飛行機乗るだけで何にもポイントさ、貯めてないんじゃさ、それなりにね、経費かかる割にはさ、ちょっとなんか、ね、なんか他にお得な方法あるんじゃねえのって思ったわけ。まあそこでマイルが出てきたわけよね。で、ほら、今週だとキュンパスで JR 使うからっていうのでさ、JRE ポイントをさ、貯めようと思ってさ、で、昨日か、千葉行ったんだけど、で、千葉の帰り、東京駅ね、間違って、電車間違って、東京駅に来たんだけど、東京駅確かポイントをね、チェックインできたはずだけどと思ってさ、でこの前ほら、新潟行った時にさ、そのチェックインできるポイントだったからさ、チェックインしようと思ったけどさ、全然チェックインできなかったんだよね。だからなんだダメじゃんと思ってやらないつもりでいたんだけど、まあもう一回東京駅でさ、できないかなと思ってやってみたんだよね。そしたらさ、やっぱりできないわけ。もう、やっぱできないじゃんと思ったんだけど、なんか一周チェックするみたいなボタンがね、出てきたんだよ。で、出てきたと思って押したんだけど、なんか通信状態が悪くて、チェックインできませんでしたとかなってか、もうダメじゃんと思って。もうイラーっとしたんだけど、しばらく待ってたらさ、ほら、東京駅広いからさ、歩いてる間ずーっとさ、見てたけどね、画面ね。そしたらまたチェックインするの画面が出てきたんで、チェックインして、それでようやくね、1ポイント、初めての1ポイントゲットしたかしらみたいな、まあ、そんな感じでした。で、だんだん航空会社のカードを持って日本中を飛び回りたい。ね、だから、ね、その飛行機に乗るんだったらね、普通になんか旅行とかするときよりも、何かしら貯まるだろうと思ってる。貯まるはずだろうと。ね、距離長いんだからさ、思ってるんだけどさ、何にもなしで今までやってたからさ、なんかもったいないよなって思ったわけよね。みゆみさん、この業界は自分の利益のために人を利用しようとする。なるほどね。嘘つきが多いので気をつけた方がいいです。そうだね。私はほら、7個ポイントみたいに引っかかりやすいからね。カニタンさん、チケット買うときも乗ったときもマイルが貯まる。そうそうそう。ねだから、買うのもさ、その買うのに何で支払うのがいいのかなっていうのがさ、まずわかんなくなってたわけよね。なんか楽天カード違う気がするって思って。で、昨日その千葉に行くチケット買うのに、ようやく JRE、バンクのカードが届いたんだよね。
だからそれ、まあ、チャージしない、チャージっていうか、まあ、口座だけ作ってお金入ってないわけだからさ、お金入ってなきゃ買えないもんね、と思って、それがデビットカードなんでさ、ね、それででも買うのがきっとポイント貯まるんだろうと思って、入金して、で、それで買って、みたいな感じ。で、たまさん、かまってね、たまちゃん、かまっていう割にはさ、なんか逃げるんだもん。タニタンさん、LCC は乗った時のマイルがたまらないのでは、なるほどね。まあ、LCC はあんまり私乗らないんじゃないかなと思うんだよ。ほら、LCC って成田じゃんか。成田遠いんだもん。成田遠いんだものっていう感じよね。だからそれこそ本当にさ、成田から乗らなきゃいけないところに行く場合にね、成田までの交通費もかかるしさ、それこそ何かしらポイントでね、回収しないことにはさ、なんかもったいない気がして、ねえ、だからなんだ、楽天ペイで支払うのがいいのか、アマゾンペイで支払うのがいいのか、アメックスゴールドで、ゴールド作れるかどうかは知らないけど。だからカード作るのにも、やっぱり紹介、人からの紹介で作った方がいいらしいんで。だから、紹介してください。皆さん、私に紹介してください。よろしくお願いいたします。ねえ、あと1分あるけどな。というわけで、本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、この言葉をみんなで一緒に3回言いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。みんなの波動が上がれば、世界の波動も上がる。地球のために言うぞ。はーい。アファメーションタイム。では、いきますよ。せーの。よかった。よかった。チャミリさん、クレカは Amazon マスターカードが審査取りやすい。Amazon マスターカードを作る、メリットは、カニタさん、JR のビューカード、はい。航空会社カードにしてます。はい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 。動くほど貯まる。ね、そうなんです。それもどれがっていうのがあったけど、年会費で、まあ、ビッグカメラだっけのカードがいいみたいな話で、それ作ったんだったっけな。で、ダムさん、今夜はみやびさんとチャムリーさんも来てくれてよかったね。よかったよね。みやびさん、てんたまさんもガンガン MNP しましょう。しましょう、しましょう。もうみんなもうね、稼げる人は稼ぎまくって、ね。はい。てんたまさん、楽天とイオンが一番通りやすいらしい。そう。なんだっけ、審査は確かに通りやすいんだけど、メリット。メリットを教えて、どれで払うのが一番得なのか教えてって感じな。はい、宿題。というわけで本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイならー。